おはようございます。マイクのテスト中です。おはようございます。皆さん聞こえてますでしょうか？おはようございます。大丈夫でしょうかね？配信は開始されているようですね。それでは、配信を開始したいと思います。おはようございます。と言っても、まず蓋を外さないといけませんね。よいしょ。よいしょ。ここってないんだよね。おはようございます。マイクの、マイクじゃないよ。暗さ確保のためのタオルを外して、黒ももんがを現在映しています。おはようございます。現在7時2分。おはようございます。おはようね。おはようね。間もなく黒ももんがの朝散歩を開始します。おはよう。おはようね。はやてくんかな？おはよう。そうちゃんかな？おはよう。しろちゃんかな？おはよう。どうもな。ペットシート壮大に汚してくれてるね。はい。それでは黒ももんがの朝散歩及びケージの、掃除などの朝配信を始めたいと思います。おはよう。今日もよろしくお願いします。それではまず最初にヤマトくん、この子かな？この子だね。ヤマトくんを、ピンクのカゴに入れる作業から始めたいと思います。別にいいんだよっていう顔されてますけれども、ちょっとそれはする必要性があるので、やらせていただきます。いつも通りちょっと画面外での作業となりますので、そこら辺はお許しください。ワンオペゆえの弊害であります。はい、おはようございます。今日はどうでしょうか？ YouTube の、マイク割れてないでしょうか？少しいろいろ結構設定を見直してみたんですけれども、どうでしょうか？結構頑張ったんですけどね。今ちょっといろいろ喋ってみて、もう一回ちょっとヘッドホンをつけて、後でチェックしたいと思います。が、とりあえず、ヤマトくんを入れることができましたので、まず、朝散歩の出発から始めたいと思います。おはようございます。と言ってもなんか勢いよく出発しないね。あおちゃん、どうしたの？何シュンとしてるの？あおちゃんどうした？眠い？この時間は僕は眠いのって、そう？そっか。やくもくんは食べてんの？そう。だからな、海ちゃんはな、なんか一生懸命アピールしてるから、とりあえず海ちゃんは出そうか。はい。海ちゃんいってらっしゃい。はい。はい、こっちも開けとこうか。はい。海ちゃん的にはどうしたいのか？てんちゃん来んの？はい、てんちゃんおはよう。で、つなぎちゃん、みつきちゃんは眠いのってしてるんだろうね。今日のサムネイルはなぎちゃんでした。おはようございます。おはよう。ウィンクしたね、今。失礼。どうも花粉症がね。おはようございます。はい。そうですね。まず汚れチェックを始めましょうか。そうですね。問題なし。はい。もう問題なし。はい。うちは、ここはちょっと汚れてるので、拭き掃除は必要そうですね。カラカラは、問題ないでしょう。とりあえず、拭き掃除ですね。冷たい希望の拭き掃除から始めたいと思います。今朝ごはん食べてるの？おはよう。じゃあちょっと食べててね。では、拭き掃除の準備を始めたいと思いますが、あと同時に、いつも通りです。昨日、一昨日ぐらいからずっとやってることですけれども、この女の子たちにミルクを飲ませるという作業も、やろうと思います。で、
いつもミルクを準備する前に小皿とかちょっと隣のケージから持ってきてましたけど、今日は小皿とか、はい。ミルク、はい。ティースプーンあるかなはい。あるね。ティースプーン用意してますので、はい。こちらで作っていきたいと思います。水飲みチェックしてくれてるの？あら。いないのか。行くのかい？散歩行くのかい？気ままだね。来るのかい？来ないのかい？そっか。とりあえずスタンドに置いて作業を行いたいと思います。おはようございます。ワンコム立ち上げるのを忘れてた。ゆいさんおはようございます。そうですね。OBS の設定はいろいろ見直しました。で、多分一番の原因は何でしょうね。なんでしょうね。おそらく、マイクの感度が良すぎて、音が割れてしまったっていうのが一番の原因だったような気がしています。今はどうでしょうかね。ライブの音質は良くなったよと思っているんですけれども、その分ちょっと僕のマイクの入り声が小さくなってしまってるかもしれません。私の声なんて別にね、クロモモンガの可愛さに比べれば問題ないわけですし、そこは良いかなと思っています。はい。今ちょっと画面外で粉ミルクを作っています。おはようございます。はい、粉ミルクです。こんな感じですね。粉ミルクっていう感じです。見えたかな？見えてないかもしれないね。もう一回見せようか。粉ミルクですね。はい。ここにお湯とかお水とかを注いで、作っていきたいと思います。で、今ちょっとね、誰かな？ヤクモくんかな？ヤクモくんが飛びついてきてますけれど、ヤクモくんだったら飲ませてもいいか。赤ちゃんですからね。赤ちゃんは、体重を増やしてくれても全然問題ないので、ヤクモくんには飲ませてもいいかなと思っています。体重を増やしたくないグミが何匹かいますので、あおちゃんとかりゅうちゃんとかあのあたりですね。あの辺りには飲ませることはできませんが、ヤクモくん、男の子の中でもヤクモくんや、みちゃん、あの辺りはもう少し体重が増えてもいいかなと思ってるグミなので、飲ませたいかなと思っています。ミルクを設置すると、なぎちゃん、みつきちゃんが少し反応したかな。ここで手を入れる。てんちゃんが近づいてきてたのか。てんちゃんを飲まなくていいかな。はい。なのでちょっと今女の子たちを、ミルク飲ませを開始しましたけれども、このまま、ふみちゃんも来る？はい、ふみちゃんも来るかな。はい。ふみちゃんも来るかな。はい。ちょっとミルク飲ませモードに入ります。はい。りゅうちゃんが、僕飲んでもいいかなと思って水を飲んでくれてますけど、水飲みチェックだけはさせて、ここのケージは1回閉じたいと思います。はい。じゃあちょっと1回閉じるよ。はい。で、次にやらなきゃいけないのは、冷たい義母の掃除なので、冷たい義母を掃除したいと思います。子供たちはミルク飲んでてね、かわいいね。もう一枚写真撮っとこうか。はい。では、はい。ちょっと固定スタンドに置いて、どうしようかな。拭き掃除じゃなくて中性洗剤ぐらいでもいいな。どうしようかな。拭き掃除でいいや。
今日は午前中から、病院に行く予定がありますので、何でしたっけ、ケージの分解しての注射線で洗いはなしとします。なので、拭き掃除のみという形にします。あと、この辺りの、ちょっと映らないかな。タイミングが微妙に遅いんだよな。可食部と可食部じゃない部分。こっちが可食部じゃない部分。こっちはまだ可食部が残ってる部分。で、食べれない部分を削ぎ落として、可食部だけを残す形、作業をして、ペットシートを変えるっていう作業に進めたいと思います。おはようございます。おはようございます。はい。いろいろ大変ですね。はい、おはようございます。そうですね、世間的には、人によっては、学生さんかな、学生さんが春休みに入ったんですよね、もう多分。春休みというのはなかなか懐かしい響きでして。いや、いいですね。地域によっては春休みが長い場所もあるんでしたっけ？どうなんでしたっけ？夏休みが長い地域と、冬休みが長い地域があって、春休みが長い地域っていうのはあんまりないんでしたっけ？どうでしたっけ？もう学生時代のことなんてだいぶ忘れましたね。多分僕の中の常識とかも、かなりズレが生じているとは思いますので、そこら辺はまあ、しょうがないよねとは思います。はい。おはようございます。ちょっと私が鼻水ずるずるしていますけど、風邪とかではなく花粉症ですね。花粉症をお持ちなので、どうしてもしょうがないです。一応、耳鼻咽喉科で薬をもらっているので、眠くなりにくい薬というよりは、眠くなってもいいから1日効く薬っていう感じの薬をもらっていまして、寝る前に飲んでいます。飲んでるんですけれども、それでもちょっとズビズビいってしまうところがあるのはちょっとお許しください。で、目のかゆみはあるんですけれども、目のかゆみをちょっと目薬をさせばある程度かゆみは耐えれるので、配信中もちょくちょく目薬をさす形になるかもしれませんが、何やってんのお前たち。はいはい。カメラが気になる？カメラが気になる。あ、そう？そこら辺はお許しください。そこでピカピカ光ってるからね、マイク。ね、気になるかな？になるよね。いつもはこのマイクに触って車がデバフできるのにっていう風に思ってんだろうね。残念だね。できないよ、ヤクモくん。それともヤクモくんもミルク飲むかい？あら。と言ってたらちょっとミルクがもうないよって顔されてしまってるので、ちょっとミルク追加も考えたいと思います。はい。そうですね。ちょっと時間を何日か空けて、飲ませる大切にして、数日後にちょっと痛い、耳かゆい、耳かゆくはない。耳が痛い。耳をかじらないように、体重変化も確認したいと思います。あんまり飲ませすぎて、肥満体型になられても困るので、そこら辺をちょっと調節したいと思います。ちょっと、はい。
ちょっとだけてんちゃん中に入ってて、はい。で、ふみちゃん出たい？ふみちゃん出てくる？はい。なぎちゃん、みつきちゃん、ちょっとお皿を返してもらうよ。はい。この間に出てきてもいいんだけど、君たち出ていかないね。散歩しなくていいの？ねえ。君たち散歩しなくていいの？ミルク待ってるのっていう顔してる？ねえ。そっくりだね、本当に。飼い主でもどっちがなぎちゃんでどっちがみつきちゃんかわからない時が多いよ。本当わかんないね。はいはい。じゃあちょっとミルクをもう一回作ります。あれ？このミルク叩き落とされたもしかして。おはようございます。おはようございます。はい。皆さんはどのようにお過ごしでしょうか？よいしょ。ちょっと画面外での作業になり申し訳ありません。おはようございます。フクロモモンガってどういう動物だろうってわからない人も結構いらっしゃると思いますので、まだ知名度の低い動物ではありますので、はい。どんな動物だろうっていう質問などをいただければ、可能な限り答えたいと思います。質問いただければそれだけ話のネタになりますので、私の朝活動の話のネタとなりますので、質問などをいただけると私がとても喜びます。で、この配信自体は朝7時からスタートし、朝8時には朝8時をめどに終わる予定になっています。で、上のクロモモンガはだいたい30分ぐらいの散歩、下のケージのクロモモンガはだいたい30分ぐらいの散歩として、合計1時間という形になっています。はい。だから7時半ぐらいをめどに、下のケージからも別のクロモモンガを出したいと思います。はい、よいしょ。はい、ふみちゃんが飲んでるかな？りゅうちゃんも飲む？りゅうちゃんは、はい、出ていこうか。はい、女の子ケージにちょっとりゅうちゃんが入っていたので、りゅうちゃんをちょっと外に出しました。りゅうちゃんは、体型的にはちょっと大きめ。ダイエットするほどではないんですけれども、大きめなので、ちょっと別のケージに入れています。で、それ以外の太らせなきゃいけない子たちは今、ミルクを飲ませています。女の子たちはちょっとお腹いっぱいになりつつありますので、これは今飲んでるのはヤクモくん、赤ちゃんですかね。赤ちゃんがミルクを飲んでいます。はい。こういう状態です。現在7時10分。あと10分ちょっと ?10 分弱ぐらいかな。散歩を続けたいと思います。その間に今日は、男の子ケージ、画面上では手前のケージの、掃除は終わりましたので、画面上奥のケージのペットシートの交換を行いたいと思います。おはようございます。今日は火曜日、ゴミの日ではないですけれども、我が家の地域ではゴミの日ではないですけれども、それでもペットシートは変えといた方が、部屋の中の匂い軽減とかにもなりますし、これから暖かくなっていきますので、できるだけ雑菌とか、虫とかの発生を防ぐためにもきれいにしておきたいなと思います。おはようございます。そうですね。あと話すことは何でしょうかね。
最近はちょっといろいろな挑戦も続けていて、字幕をつけるっていうテストもやっています。YouTube アナリティクスとかを見る限り、海外の方も、一応僕の、YouTube を見てくれてる方もいらっしゃいますので、主に多分ショート動画だとは思いますけれども、朝配信を見てくれてる方は少ないとは思いますが、それでも見てくれてる方はいらっしゃいますので、英語や中国語、韓国語の字幕もちょっと入れてみたいと思います。ただどうしても私がそのあたりの言語を喋れるわけではないし、堪能ではないですので、機械翻訳を、ご利用して字幕を入れています。また、この生配信に関しては、もう完全に字幕を入れながら喋ってるわけではないので、それはまあ無理な話なんですけれども、アーカイブに関しては字幕を入れる作業を行っています。はい。これで上のページの、掃除は終わりました。おはようございます。まあ、可食部だけ残ってるかな。どうするの？まあ、散歩行かなくても大丈夫？あおちゃんたち。いいの？いいの？いいの？あおちゃん。いいの？あおちゃん。あおちゃん？ゆうちゃん？あおちゃん、おかげ増えた？おかげ増えた言わないでよ。まあ、そういうこともあら。繁忙期っちゃ繁忙期の時期ですからね。それぞれですね。そっちになんか固まってるのは、てんちゃんが、ケージの向こう側に出てきていて、こっちのあたりですね。はい。このあたりですね。出てきていて、女の子を誘惑していますね。ちょっと明るくしましょうか。よいしょっと。はい。取られた、見つかったって顔してるけれども、別にいいじゃないね。別にそれを妨げてるわけじゃないんだから。ね。ほんとと、本がついてる。じゃあちょっとここ。あの子がいなくなったじゃないのってなんか不満げな顔をしているなぎちゃん、みつきちゃんがいますが、まあ、それはしょうがないですね。で、てんちゃんは僕に今しがみついています。しがみついて今、怒っています。はい。なんで僕の邪魔をするのって。そうして振り付けてますね、僕がね。振り付けた方が良かったかな。りゅうちゃんは、水飲みチェック。水飲みできてるかな？あれ？飲めてる？飲めてるね。はい。気候が出てきたことを確認しました。そうですね。あんまり散歩する様子がないのであれば、早めに、引数チェックをして、来るの？来る？そう。引数チェックだけはして、散歩を早めに終わらせるなどのことを考えたいと思います。どうしてるんだろうね。てんちゃん、どこ行く？てんはちょっともう少し散歩が必要そうなので、散歩させておきますが、りゅうちゃんとかは僕に今、耳を舐めてる状態ですので、少し女の子に合わせたりもしましょうかね。少しぐらいならミルクを飲んでもいいですし、よいしょ。交流させるのもいいでしょう。はい。こんな感じですね。はい。ではちょっと引数チェックして、みんながどこにいるかっていうことをちょっと確認したいと思います。そこにいるのは、あれはてんかんですね。で、君は、やくもくんかな。そこでじっとしてるんだったら男の子ケージに戻ろうか、やくもくん。
ね。よいしょ。はい、悪魔くん戻るよ。パワー強いね。はい、悪魔くん戻るよ。はい、悪魔くん戻るよ。はい、戻ったね。はい、戻ったね。じゃあちょっと一回ケージ閉じるよ。はい、よいしょ。ではちょっと引数チェックも兼ねて今いろいろ作業をしたいと思います。おはようございます。はい、こっちのケージの中には、ここの子、どっちゃりいますので、青ちゃん、ふみちゃん、なぎちゃんは女の子だから、なぎちゃんはこっちに戻して、はい。はい、カゴを持っていかないでっていうふうに、ふみちゃんが主張したので戻します。はい。であと、りゅうちゃんだけかな。はい。で、りゅうちゃんを戻す方で戻す作業を行います。で、女の子ケージのご飯が結構残ってますね。残ってるので、そのご飯を食べれるように余っているご飯、ちょっと移しますね。はい。余ってるご飯が結構ありますし、可食分もありますので、リンゴフレーバーをつけて、食べやすいような状態にしておきたいと思います。ちょっと作業を行います。で、そうですね。男の子ケージは、今、あとは、なんでしょうね。この、ミルクを飲んでるりゅうちゃんをちょっと戻しましょうかね、そろそろ。りゅうちゃんを、はい、戻るよ。はい、戻るよ。はい、戻るよ。はい、よいしょ。戻して、で、女の子ケージは、あと、なぎちゃんとみつきちゃんですので、なぎちゃん、みつきちゃんは戻ってるのか。はい。で、女の子ケージに入っててもいい海ちゃんは取っていこうか。君はどっちだ？海ちゃんとヤクモくんの判別はちょっとつきにくいな。まあいいや、後でにしよう。で、ちょっとてんちゃんを探しに行ってきます。てんちゃんが今ちょっと、散歩に逃げ回ってますね。ちょっとすぐには捕まえられそうにもないので、どうしましょうかね。下のケージ、先ほどから上のケージ、下のケージという表現をしていますけれども、上の私の我が家のケージとしては多重構造になっていて、上のケージと下のケージで分けて朝散歩をしています。この下のケージの左下は女の子ケージになっていますので、この子たちのためのミルクを用意しつつ、天皇を捕まえる作業に、作業を行いたいと考えています。おはようございます。ミルクを作っている作業の間に、天が出てきてくれたら、御の字だなーっていう形ですね。おはようございます。火曜日ですね。今からお仕事の方もいらっしゃるでしょうし、夜勤から帰ってきて今からお休みの方もいらっしゃるでしょう。人それぞれです。学生さんは、春休みに入り、大学に受かった人、高校に受かった人は、新生活、受験をもう一回しなければいけない人は、新たに覚悟を決めて勉強をしなきゃいけない季節とか、いろいろありますでしょうね。いろいろ大変な時期です。新社会人になる人は、それこそ新しい生活が待っていますので、
無理をなさらぬようにという感じですね。おはようございます。ミルクを作って、てんちゃんが出てきませんね。どうしましょうかね。てんちゃんが出てこない場合は、下のケージの女の子だけ散歩をさせるのを開始するという形になると思います。その場合は、下のケージの男の子たちを出さなければ喧嘩が起きないので、それでいいと思っていますが、今、ミルクを作ってたらてんちゃんが飛び出してきました。はい。はい。だよね。てんちゃんだよね。てんちゃんでーすってしてますね。てんちゃんでーすとしてますので、はい、てんちゃんを入れます。となると作業工程が変わってきて、ピンクのカゴからヤマトくんを取り出し、点をピンクのカゴに入れる作業を行います。毎朝これをやっているのは、ヤマトくんと点が、非常に好戦的で、互いに、ヤマトと点が同時に出てると、かなりの高確率で喧嘩を行い、尻尾をつかみ合って、大喧嘩をする可能性が高いからです。なので、柵越しにですね、柵越しに喧嘩する可能性が大いにあり得るので、この2匹を同時に、散歩させることもできないのは当然のことながら、下のケージを開けてる、扉を開けてる状態で、ペンを、ピンクのカゴから出しておくことはできません。はい。下のケージの朝散歩を緩やかに開始しました。ただ女の子たちの朝散歩開始が緩やかですね。ミルクを飲ませてくれるんじゃないのっていう感じで、期待して待ってるような感じがします。ちょっと下のケージを移しますね。で、ミルク。よいしょ。はい、ミルク置いとくよ。飲みたい子は飲んでって感じですね。ちょっと置いとく状態にしておきます、一旦。飲ませたい子はいっぱいいるんですけれども、はい、りんちゃんも飲まないといけないね。つくしちゃんも飲もうか。飲まなくてもいいの？赤ちゃんのつくしちゃんがここにちょっとちょろちょろしてますけれども、この子も飲まなきゃいけない子で、この子は、誰だ君は。つむぎやってるか？つむぎちゃんも飲まなきゃいけないからな。はやてくんか。はやてくんも赤ちゃんだから飲んでもいいな。つむぎは私よって、今、僕の指を噛んできたので、はい、参加って形です。いっぱい飲ませる子がいるので、多分一皿じゃ足りないですが、そこをちょっと後で調節します。そうですね。上のケージのミルク皿が開いてしまってるので、これをちょっと取り出して、もう一皿、ミルクの用意をしておきますかね。おはようございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価などをしていただけると、ニコニコ動画ではフォローやいいねなどをしていただけると幸いです。今ちょっとミルクを作れる状況じゃないですね。どんな状況になっているのかを軽く映します。映せるかな。映しますと、私の体を映す形になります。なりますが、こんな感じで、指を舐めてる子、かじってる子、肩でアピールしてる子とかがいます。この子たちは人懐っこいっちゃ人懐っこいんですけれども、よいしょよいしょ。ほら、ベタ慣れっちゃベタ慣れなんでしょうね、これも一種の。だとは思いますが、はい、よいしょよいしょ。はい。うちの子は手の中で撫でるというよりは、こうやって肩に乗ってきて甘えてくるっていう感じの子たちになっています。おはようございます。はい、映ってあげてよ。無理か。
ではまあそれはそれとして作業は進めたいと思います。汚れチェックですが、これ爪研ぎ棒は中性洗剤洗いが必要かな。そうですか。よいしょ。取り外して、まあ、これを取り外して、中性洗剤で洗って天日干しをするぐらいの時間の余裕はありますので、それぐらいはやります。はい。どうしたの、りんちゃん。りんちゃんじゃないな、しろちゃんか。どうしたの。下手するとこういう風にスマホスタンドに触ってきて、袋ももんがデバフって僕が呼んでいる、スマホを触る攻撃をしてくるので、まあちょっと注意して見守っています。袋ももんがデバフっていうのは、袋ももんがによって、画面をミュート画面にされたり、場合によっては配信を落とされたりすることもあるっていう話です。ちょっと危ないので上のページを映しますかね。しろちゃんは逃げましたけれども、上のページをちょっと映しますかね。でも上のページを映しても、今誰も映ってない状態なんか、そうでもねえな。広く映せばいろんな子たちが映ってるので、これはこれでいいか。はい。で、汚れチェックをしながら、作業を進めます。回し車の方は問題ないですね。はい、了解です。はい。りんちゃんが今、なんでしょうね。ミルクの器を抱えて、もうないわよって。もうミルクもうないわよっていう風に、訴えています。訴えてる画像がこちらになります。はい。訴えてる画像になっていますので、ミルクを用意したいと思います。はい。で、そうちゃんが粉ミルクを粉の状態で飲もうとしてるので、ちょっと奪って、よいしょ。ウォーターサーバーが我が家にはあるので、ウォーターサーバーが便利ですね。お湯をある程度自由に、生成してくれることができますし、お水も出すことができるので、温度調節もすることができます。ペットを飼うためには、こういうウォーターサーバーっていうのがあると便利ですね。台所に行って、お湯を沸かして調節してもいいんですけれども、そこのあたりは別に、はい。舐めるこれ。舐めるいいよ、舐めてて。いいよ。はい、そう考えてもやっぱりウォーターサーバーがあるのは便利ですね。はい。よいしょ。下のページは、女の子が多く、また、女の子以外にもヤマトくんっていう子が、に飲ませた、ミルクを飲ませたいため、ちょっと、飲ませたい子の引数が多いために、ちょっと多めにミルクを何度か用意するという形になっています。ただ、器がどうしても大きいわけではないようにしてるのは、なんでしょうね。ミルクが余ってしまっても、ミルクが腐ってしまうだけなので、飲みたい分だけ飲んで、飲み切ってしまえればそれが一番っていう形にしているので、飲ませる回数飲ませる回数は飲みたいだけ飲んでくれればいいんですけれども、後で体重測定を、そうですね、今週末ぐらいにもう一回しますかね。するんですけれども、それまでは思いっきり飲んでくれればいいかなと思っています。はい、これでいいかな。はい。
でも、クロモモンガは、自然界の動物は当たり前で、人間以外は、猫舌なので、できるだけ冷ました状態で与えてますけれど、ガラスの容器で小さく入れてるので、すぐに冷めてしまうので、この子たちが飲めるペースで、ミルクを飲んでくれればいいかなと思っています。さて、こっちのページの汚れチェックをしますかね。どうしても、クロモモンガっていうか、ペットのお世話動画になっていますので、汚い部分とか、これはもう下げ切ってる。で、これは下げてしまいます。汚れてる部分とかが映ってしまいますので、そこら辺が朝から見たくないよっていう方は、申し訳ありませんとしか言いようがないです。動物の可愛いところだけを、こういうところだけを映したいものなんですけどね。はい。可愛いね。可愛いね。私可愛いわよってしてますね。はい。ですが、そういうわけにもいかないので、ペットシートの交換なども並列できると思います。はい。じゃあちょっと一回と、よいしょ。あとはそうですね。クロモモンガのペットシートを2箇所変えて、今日の掃除は終わりとなると思います。おはようございます。幸いなことに、こういう動画でも、お世話動画ですけれども、お世話動画を撮りたくてという感じで、撮ってるっていうか、チャンネル登録者数を増やすために、あとはニコニコ動画のフォロー数を増やすためにやってるというわけではないのですけれども、その目的もないわけではないんですけれども、どちらかというと、配信がなくても、そういう作業はやってるので、毎朝。せっかくなら配信しようかっていう気持ちで配信しています。結局はやるわけですからね。普段は、クロモモンガのショート動画を、普段はっていうか今までは、去年の11月まではショート動画を中心に活動していました。で、ニコニコ動画の方ではショート動画を、そのままアップロードしたり、横枠をつけて、横長動画にしてアップロードするという活動をしていました。ですが、どうせお世話をしているんだったら、お世話も、配信してみたらいいのかなと思って、配信する形にしています。おかげで、新規に新たに見てきてくれる方も増えましたので、それ自体は嬉しいなと思っています。嬉しいなっていうのは、クロモモンガっていうのはどういう動物なのっていうことを見てくれる人が増えたっていうことが、やっぱり一番嬉しいですね。よいしょ。もちろん朝から質問するっていうのは、大変だと思いますし、そうですね。質問して、何でしたっけ？クロモモンガってこういう動物なの？どういう動物なの？っていうのを質問するのは、例えばこのスマホで見てる方も結構いらっしゃると思います。電車の中で見てる方もいらっしゃると思いますし、今ご飯を食べながらとか着替えをしながらとか、そういうながらで、見てる方もいらっしゃると思います。はい、歩きながらはダメだとは思いますけれども、画面を見ながらではなければ、音声だけを聞いてる方もいらっしゃると思いますし、いろんな方もいらっしゃると思います。そういう方だと、コメントを出しづらいとは思いますので、アーカイブで見る方ももちろんいらっしゃるとは思いますが、質問などをしていただけると幸いです。
クロモモンガというのはどういう動物かということの知名度を上げたいというのも一つの目標ですので、なんかニコ生クルーズさんがそっと来てそっと去っていきましたね。こういうところ気づいてあげれないのは私はやっぱりダメなんでしょうね。まあいいです。私が喋ってるところが映ってくれていればまあそれで問題ありません。どうしてもお世話動画として、何でしたっけ、画面が小さいとかそういうふうに何やってるのかよくわからないっていうふうに思ってる方も多いと思いますので、まあそれはしょうがないと思います。やっぱ可愛い姿だけを映している動画とか、ショート動画とか、横長動画にしても、あとハウトゥーものの方がやっぱり視聴の伸びはいいですね。それはしょうがないと思いますね。シロちゃんさ、君さ、大丈夫？出れた？この隔離ケージを、畳んでいるんですけれども、この間の中に挟まって身動きが取れなくなってた子もいましたね。で、今男の子が戻ってきてるね。ちょっとこっちの方の、ご飯、男の子ケージのご飯もちょっと残っているので、さっきのリンゴフレーバーのやつをちょっとつけましょうかね。どこに置いたっけ？どこに置いたっけ？さっき置いたよ。この辺り。あれ？どこ置いたっけ？それで私は物をどっかに置き忘れる。ここに置いた。はい。味変ですね、この辺りは。味変をしてあげて、ご飯を食べさせたいと思っています。ミルクもいいんですけれども、ミルクは比較的栄養バランスは取れてる方なんですけれども、何でしたっけ？ふくももフード、ペレットとか、そのあたりの方が、栄養バランス的には整っているので、そっちの方で、ご飯をたくさん食べて、体重を増加したり、キープしてくれる方が、ありがたいです。ミルクはどっちかというと、緊急手段に近いものになりますので、緊急手段って言えるほど緊急手段ではないんですけど、より緊急手段となると、なんですけど、サプリメントとかになりますかね。サプリメントあるかな？ちょっと見せれるサプリメントがあるかどうかは。あるかな？すぐに出せるものがあるかな？乳酸菌とか、タンパク質とかを出せるサプリメントはここにありますね、一つ。こういうサプリメント、チューブ型になっているサプリメントとかがありますので、こういうものを舐めさせて、体重増加を狙ったりしています。さて、そうですね、掃除は一旦終わりました。はい。最初の方の画面と比べると、ある程度綺麗になります。この辺り汚れが残ってはいるんですけれど、明日かな？明日時間があると思いますので、やろうと思います。クロモモンガたちもお腹いっぱいでもう眠いよとしていますし、ミルクもちょっと残ってますので、下の方のミルクを一部上のケージに、戻して、飲ませたいと思います。で、下のケージの、クロモモンガたちを、どっかいろいろ隠れていますので、そろそろケージの中に入れられるっていう感じのことを悟ってますので、あと上のケージのペンちゃんを出してあげなきゃいけないので、いろいろ作業に入りたいと思います。はい。ヤマトくんが、なんかアピールしてるね。いろいろ作業を進めたいと思います。はい。
では、まず、ケージのヤマトくんを男の子ケージに入れて、はい。男の子ケージに入れて、さっきちょっと味変させたご飯を今食べてくれてますね。はい、これでいいでしょう。で、余ったミルクを上の女の子ケージに置いて、で、ヤマトくんがケージの中に入ったので、上のケージから、てんちゃんを、ピンクのカゴに入っているてんちゃんを出してあげたいと思います。おはようございます。はい、うみちゃん出てこない。うみちゃんはちょっと出てきて、ちょっと邪魔になるから、ごめんね、邪魔になるからって言っちゃダメだよね。ミルクを飲ませています。はい。で、あおちゃんが早くこのてんちゃんを出してあげてっていう感じで、アピールが違うな、ピンクのカゴが邪魔でご飯が食えなかったのっていう感じなの。あ、そうなの？うん、まあそれはそれでいいけどね。はい、これで OK です。はい。で、他の場所に隠れている、子たちを探し出す、可能な限り探し出して、ケージに戻し、何でしたっけ？おやつタイムとして、本放送は、8時ちょい過ぎぐらいで終わりたいと思います。いろんなところに隠れているので、配信外でしか捕まえることができない子も何匹かいるとは思いますが、今、颯君は今1匹捕まえました。男の子ケージの方では、あとそうちゃん。女の子ケージは、りんちゃんだけが入ってるから、りんちゃんと、誰が入ってるのかね。すちゃんも入ってるか。あと出てるのは、つむぎと白ですね。白が捕まえにくいかもしれないですね。あの子は結構賢しいというか賢いので、逃げ回ることが多いので、ちょっと捕まえるのは難しいかもしれません。なので配信外で捕まえたいと思います。はい。ではおやつタイムに入りたいと思います。今日おやつ何にしましょうかね。とても考えてないっていうのが問題なんでしょうけれども、ドライフルーツ少し追加して、先日はドライフルーツの容器の中に、ドライフルーツがあまり入ってないよっていう風にしてたんですけれども、ちょっと新しいドライフルーツ、もう蓋は開いてるんですけどね、を追加して、ドライフルーツの容器に入れてから、食べさせたいと思います。ちょっと角度を変えましょうか。なんかもう額に満ちた顔が見えますね。ちょっと画面外での作業になり申し訳ありません。てか、本当画面外での作業ばかりになってしまって本当に申し訳ないです。はい、画面外で、はい。で、画面外でですけれども、シロちゃんが僕の足を舐めてきましたので、うまく捕まえました。はい。これで、力で、我が家の全袋桃が捕まえることができましたので、大声でおやつタイムと叫ぶ必要性がなくなりました。よかったです。ではおやつタイムにしたいと思います。与えるおやつはこちらの、ドライフルーツになります。では大声で、本来は号令をかけるんですけれども、全員捕まったので、そんなに大声を出さずに、
おやつタイムの宣言をしたいと思います。それでは失礼します。おやつタイムおやつタイムってもう男の子たちは知ってるよっていう感じで、右上ですね。右上の男の子たちは知ってるよっていう感じで、右が前でですね。はい、おやつタイムだよ。おやつタイムだよって。はい。おやつタイムだよって。はい。おやつタイムだよって。僕たちは知ってるのって。みちゃんも知ってるのっていう感じだね。はい。おやつだよ。はい。うなぎちゃん、みつきちゃんは、私たちお腹いっぱいだわ。おやつは別腹と言うけど、そこまで食えないわっていう感じですね。元から小食の子たちは、どうしても食えないので、それはしょうがないと思います。おやつよりも、雲のペレットとか、そのあたりを食べてくれる子がいいので、おやつタイム、おやつ欲しい子出てくる？いらない？いらないならいらないでいいよ。ヤマトくんちょっと食べる？はい。食べるか。下のケージはミルクが足りないのってなってるかな、もしかして。ミルクの方が体重増加にはいいので、そこら辺を考えたいと思います。上のケージのミルクが余ってるので、なぎちゃんとか、うみちゃんたち、おやついる？おやつの方がいいの？おやつの方がいいか。はい、おやつ。はい、おやつ。ちょっとおやつを、袋の方に入れとくね。その代わりミルクもらっていくよ。はい、ミルクもらっていくよ。はい。で、ミルクを下のケージに、ちょっとうみちゃん出てこない。もうおやつなしだよ。はい。で、下のケージに、ミルクを入れたいと思います。ちょっと、片手じゃ無理なので、すいません。もう一回スタンドに置いて、ミルクを置いて、失礼します。はい、終わりの挨拶としたいと思います。コメントなんか来てるかな？ちょっとコメントビューワーを、よいしょ。大丈夫かな？それでは終わりの挨拶とします。本動画は朝7時から1時間、YouTube 立て方配信およびニコニコ生放送にて、袋ももがの朝散歩および、ケージの掃除などのお世話動画を、配信しています。本放送のアーカイブ、タイムシフトは同じ URL から見ることができますので、もしよろしければそちらの方にコメントなどをしていただけると幸いです。また、アーカイブをダウンロード、私が作業ができ次第、横長動画にして、BGM の付与や、音量調節、補足などを追加して、横長動画にし、YouTube やニコニコ動画に再アップロードします。YouTube でご覧の方は、チャンネル登録、高評価、ニコニコ動画でご覧の方は、いいねやフォローなどをしていただけると幸いです。それではまた明日7時にお会いしましょう。またね。それでは、終わりの挨拶の、画像を誰にしましょうかね。あおちゃんにしましょうか。あおちゃん。それではまたね。それではエンディングを流します。